はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。カドラボです。今回はですね、暗黒会の新規が13日にまた新しく3枚発表されたので、そちらの3枚をご紹介していこうと思います。今回は暗黒会の門番ゼンタ、で、暗黒会の忍者パール、暗黒会の踏み殿というカードですね。こちらを紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。1枚目が、門番ゼンタというカードですね。効果下の方に表示してるんですけど、こんな感じになってます。1が暗黒会の門のサーチ、2が除外された時に条件付きでこのカードを特殊召喚するという効果ですね。結構シンプルな効果になってます。暗黒界の門サーチということで、このフィールドカードのサーチってアトランティスの戦士とかからでしたっけ。こういうカードってかなり使いやすいですよね。アマゾネスとか、あとは墓守とかもありましたけど、やっぱモンスターとしても使えるし、フィールドをサーチできると。で、今フィールドをサーチするカードってテラフォーミングが制限なんで、フィールドカードサーチっていうのはそれだけのパワーがあるっていうことになりやすいんですよね。で、暗黒界の門に関してなんですけど、門は効果は強いんですよ。で、昔は暗黒界のデッキのエンジンで、それでも大丈夫だったんですよね。ただ現状、今の遊戯王だと、もはや最優先っていうカードでもなくなってて、スノーでサーチするのも悩ましいところだったんですよ。で、あとテラフォーミング入れるのもなんだかなっていう感じで、かといって3積みするのも微妙っていうね、ところで、使いたいんだけど、あんまりそれにちょっと力を入れたくないなっていうポジションだったんですよ。っていうのも、門自体がエンジンなんですけど、そのエンジンを起動させるために墓地にモンスターを置かなければいけないっていう、そうじゃないと発動できないっていうところがきつくて、暗黒界ってそもそもが簡単に回せるようなカード、トレインとか、あるいは取引とか、そういうカードじゃないと使いづらいんですよね。一回かましてから、じゃあ起動しますっていうのはちょっと遅いものになってて、で、その門っていうのは墓地にモンスターを置かなきゃいけないんで、使いたいんだけど使えない、使いづらいカードになりかけてたんですね。だから、今回の新規のストラックのそのデッキ、以前の3枚を入れて、構築した時でも、門は微妙だな、1枚入れるか入れないかだなっていう感じだったんですけど、そこでこのカードはかなりありがたいですね。このカードを墓地に捨てた、手札から捨てた時点で、墓地に悪魔族が1枚溜まることになるんで、暗黒界の門っていうのは墓地の悪魔族を除外するっていうのがコストになってるんで、これでもうコストができると。つまりサーチもできて、コストも用意できて、で、あとは手札のコストだけっていうことになるんで、これは門のサポートとしてはかなり合理的ですよね。テラフォーミングより数段強い、サポートになってると。で、2の効果は、フィールドに特殊召喚ですね。門も暗黒界の門なんで、その暗黒界カードなんですよ。だから暗黒界の門の効果で、このカード除外したら特殊召喚できるということで、そこかなりありがたいですよね。フィールドに特殊召喚されたところで、このカード単体だと全然強さはないんですけど、仮に墓地にグラファとか、新規のレインとかがあれば、グラファとかを蘇生しつつ、このカードを手札に回収できるんで、そうなったらまた門をサーチできると。で、門をサーチするときも、なんかこれ単1、その1の効果はついてないんで、2回連続とかも可能なんですけど、ともかくその門というのが非常に安定してサーチできて、かつ打てるようになると。これ非常にありがたいですね。だからその1の効果に、その単1がないので、結構これすごいなっていうところなんですけどね。門をワンチャン張り替えて、もう一回発動しますっていうこともできるんで、本当にこれで門が復活しましたよね。このカードが出てからは、その暗黒界の門は2積みぐらいはいいんじゃないかなっていう。今思ってる理想的な流れとしては、このカードで門をサーチしたいんですよ。で、門の素引きはまだやっぱり嫌なんですよね。だから、このカードの方が引く確率が高いよみたいな風にしたいんですけど、どうなんでしょうね。ちょっと3枚だとやっぱ思いが2枚かなって。で、1枚だとそういうさっき言った2連続とかの活用とか、あるいはこのカードを3積みした時のその回り方とかで微妙なんで、2枚かなって思うんですけど、どうなんでしょう。非常に強いカードになってますね。シンプルに考えたら、このカードの他に暗黒界モンスターが手札に1枚あったら、モンスター1から暗黒界モンスターの効果を発動させつつ、ワンドローとこのカードの蘇生ができると。なんかマジでありがたいカードですね、これ。以前の暗黒界と比較すれば革新的とも言えるかもしれないんですけど、これだけ簡単な回しで2ヤード以上稼げると。で、その上でエンジンとしても優秀なんで、これはね、本当に新規の中ではかなり優秀なカードになってますね。で、次のカードが暗黒界の忍者パールというカードです。効果は下のような感じになってます。1の効果とジエンハンデスの効果があるんですけど、じゃあ蘇生効果ということで、墓地の暗黒界とかグラファを回収できる流れが取れればそこそこかなと思います。空いてるフィールドにも特殊召喚できるって書いてあるんですけど、あんまないんじゃないですか、やっぱり。ね、セルリとか送るっていうのは、今ほとんどないと思うんですけどね。このカード、単数が重なったら回収したい暗黒界モンスターとかが墓地に行ってたり、あるいは粒子をグラファでも蘇生できるんで、そこら辺を狙っていきたいんですけど、このカードを手札に捨てたところで初動にならないので、そのあたりで今のところはちょっと微妙な感じになってますね。やっぱりその初動で動けないってなると暗黒界事故が怖いんで、もうそういうとこ徹底的
的に削っていきたいんですよね。できたら自分も蘇生できたら強かったなと思うんですけどね、暗黒界ってベージが強いじゃないですか。でベージが強いっていうのは、ベージを捨てたら、ベージが蘇生してきて、でそれをグラファで回収したらベージを何回も再利用できるっていうところが強いんじゃないですか。でもパールは他のモンスターしか特殊召喚できないんで、このカード自体は特殊召喚できないんで再利用ができないんですよね。だから言ったら他の暗黒界モンスターを特殊召喚しますっていう効果なんですけど、ゲームの長い目で見てもやっぱりあんまりかなって思うんですよね。墓地に落ちてる暗黒界モンスターをそこまでして回収したい時があるのかなっていうところ、暗黒界モンスターをフィールドに特殊召喚したところで全然意味がないんで、回収まで行かなきゃいけないんですよ、グラファとかで。だからそこまで考えたらベージで良くないっていう風に思っちゃうんですけど、だから今んとこは微妙な評価ですかね。これはジエンハンデスの方でもちょっとこんな感じの評価です。新規のね3枚の中ではこのカードが一番どうしようっていう感じのカードになってます。で3枚目のカードが永続魔法の暗黒界の踏み殿というカードです。見た時読み方分かんなかったです踏み殿っていうんですね、文殿じゃなくて。で効果こんな感じですね。下のような感じになってる。で1の効果暗黒界を捨てて打点アップということで、レベル分だけレベル ×100 アップするんで、グラファとかレインとかを捨てたら700とか800の全体パンプになるんで、このパンプは相当だと思うんですけど、昔の暗黒界だったら結構展開したじゃないですか。なんならそれグラファが3体並んだとかね、いうのもあったんで、その暗黒界展開した時にこのパンプをかませればかなりいいんじゃないかなと。でその時そのグラファを捨てるっていうことだったら、捨てた時の効果も発動するんで、それを加味したらリーサルですね、ゲームの終わらせるターンが早くなるっていうところは評価できるかなと思います。ただこのカードのいいところが、それが単なるおまけっていうところで、結局そうだから暗黒界を1枚捨てれるんで、永続魔法でシンプルに暗黒界を捨てるエンジンになるっていうのはありがたいですね。とはいえフィールドとその手札に暗黒界のモンスターが2枚いるっていうカードになるんですけど、やりやすさとしてはいい方だと言えるんじゃないでしょうか。で2の効が若干字面ややこしいんですけど、暗黒界のカードの効果で悪魔族が捨てられたら手札を1枚捨てて2ドローすると、つまりこのカードの効果上は1ヤード稼げる効果になってますね。でこのカード自体が暗黒界のカードなんで、1の効果でその暗黒界のカードを捨てた時の流れでもう1枚手札を捨てて2ドローできると。だから結果的には2枚捨てて2枚ドローっていう感じですかね。でその間に暗黒界の効果が2回分ね発動できるチャンスがあると。そうなったらこのカードもエンジンとしてかなり優秀ですよね。2の効果のドロー時に捨てる手札が何でもいいのもありがたいですね。暗黒界捨てるだったらなんかちょっと使いづらいところだったんですけど、いらないカードとか何かしらのその今不要だなっていうカードを捨てたらとりあえず2ドローできるんで、その単体の効果だったら別に暗黒捨てなくても後になるんでね、ここはありがたいですね。闇の誘惑やトレインみたいなパワー、あるいはそれ以上の回転率ですね、これが永続魔法で手に入ったっていうのは非常に大きいと思います。最近は永続罠も結構パッと割られがちなんですけど、少なくとも通常魔法よりマシだろっていう感じですね。サイクでパッと割られるっていうのはなかなかないと思うんで、一旦でも長く生き残ってくれればかなりありがたいと。で前回のね雑談会サムネもあんまりちゃんと作ってなかったようなやつで、マジでエンジンが足らないっていう愚痴を言ってたんですよ。これちょっときついと。融合体のグラファだけだとやっぱりきついから、マジでもうあと新規1枚か2枚エンジンが欲しいって言ってて、自分はその時1枚ぐらいかなと思ってたんですけど、3枚来て、でこの踏み殿もかなり優秀なんで、前回の動画で暗黒界を未回帰と合わせずに組みたいっていう話をしてたんですね。その理由はその動画を見ていただければいいと思うんですけど、これだったら暗黒界未回帰と合わせずともかなり動きやすくなりましたよね。なんならその新規のカードの名称指定上暗黒界だけで組んだ方がいいんじゃないかっていう風にすらなってるというところで、これはかなり嬉しいですね。もちろん未回帰も別にシナジーがないわけじゃないんで使えるんですけど、重要なのは今後暗黒界は未回帰のエンジンではなくなるということ、これが嬉しいですね、個人的に。であくまで暗黒界のための未回帰だったら、別に暗黒界のデッキに未回帰入れてもいいかなっていう風に思ってます。これは別に大会とかの勝ちとかじゃなくて、なんか単なる個人的な干渉なんですけど、案外やっぱりコメントの方とかでも暗黒界は暗黒界で使いたいっていう方もいらっしゃったんで、そうだよなと思ったんですけど、この踏み殿とかねゼンタで非常に暗黒界だけでも回るようになってるんで、これは本当にありがたいですね。はい、というわけで今回は新規のゼンタ、パール、踏み殿
殿を紹介させていただきました。総括するとパールは微妙なんですけど、ゼンタと踏み殿は文句なしに強いですね。もうちょっと突っ込んで考えていきたいんですけど、ちょっと時間欲しいんで、今後これらのカードをね、デッキに採用しつつ、また前回みたいにちょっとしたご報告をしようと思います。どんな感じなんでしょうね。結構回ると思うんですけどね、この前の融合体とかと組み合わせていけば、切り札もあるし、エンジンもあるし、以前のそのグラファの回収もあるしっていうところで、かなりやりやすくなってると思うんで、楽しみですね、これ。で、これで新規は全部ですかね、さすがに。もしかしたらまたパックで新しいの出るかもしれないんですけど、だからあとは再録とかですかね。なんかスノーはやっぱり再録されてましたね。そりゃそうですよね。スノー再録しないなんか言ったらみんな暴動を起こしそうな気がするんで、そりゃそうだろうと思ったんですけど、これで暗黒界のストラックの大体の全貌が見えたというところで、ここからその組み始める方、いろいろ考えていく方も多いと思うんで、ここからね、発売まで、で、発売後を見据えて、構築とか考察とか楽しんでいきましょう。はい、というわけで今回の動画は以上となります。また暗黒界の動画とかね、他の動画とか上げたいんで、よろしければチャンネル登録の方、していただければ幸いでございます。はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。